はい、こんにちは。岩崎正文です。今回はヤマハの音響ミキサー DM3 の扱い方についてお届けします。僕はね、名古屋音楽大学というところで制作やレコーディング、音響などについて教えていますが、今年から新たにヤマハの DM3 というね、小型の小さい定番のデジタルミキサーが導入されました。で、ちょろっと触ってみたんですけれども、結構わからないことだらけで、いつもよく一緒に仕事をする仲間に1時間ほど基本操作をレクチャーを受けました。主にね、質問したことに対していろいろ回答していただいたっていう感じなんですけれども、その様子をね、動画に撮りましたので、簡単に編集して学生もね、見れるようにしようかなと思いまして、せっかくなので YouTube で皆さんと共有したいと思います。はい、回りました。じゃあ DM3、基本動作レクチャーということで、そしたらちょっとまず最初にとある現場で困ったのが、前の人の設定が結構複雑回帰に作り込まれていてとりあえずイニシャルに戻したいんだけど、いわゆる初期出荷に戻すんじゃなくてまっさらのブランクを1個リコールするというのはどこからどういけばいいんでしょうか。わかりました。じゃあもう作り込んだ人がかわいそうなので、まずはシーンをストアしちゃいましょうか。メモリーできる画面に行きます。シーン A っていうのはもともとメーカーで作ったプリセットが入ってるので、シーン B の方に入れましょうか。なるほどね。A がそう、もともといろいろ入ってるんですよ、こうやって。で、いくつぐらいあるの 16？ 最大でね100かな。じゃあその A にもでも一応保存はできる。できます。後ろの方は空いてるのでできますが、B の方がですね。これ消しちゃうのもなんかもったいないような気が、絶対使わないんですけど、我々は B の方がずるっと空いてるので、そこの本当に空いてるところに選んで、ここのタッチ&ターンっていうノブ、これ多用します。これをそれね、ヤマハの感覚に慣れてると、すごい困った。1個しかねえじゃんみたいな。チャンネルストリップないんだみたいな。これを触りますっていうのを画面上で触って、これを動かしますよっていうのを増減っていうのはこれ全部これでやります。で、今空いてるシーンをこれで。ちなみにヤマハらしくこれってプッシュもあるの？プッシュもあります。じゃあまた後で出てくるね。で、空いてるスロットにを選んだらストアを押します。そうすると名前どうしますかって聞いてくるので、とりあえずなんか打ってイニシャルデートのまま今日はストアしちゃいますけど OK。そうすると本当にここにメモリーしていいのかって出ますので、ここでまた OK してやると、ここにイニシャルデータっていう名前のものが入りました。これでさっき作ったものは保存されます。で、戻るとこの B の00、イニシャルデータっていうのがあるので、これをリコールしてやればいいんですが、これリコールはここなの？もうこっちは関係ないの？そうですね。触ってみようかな。やったことないんだけど、リコールしますか？なんか僕はほら PA とかほとんど触んないけど、OR96 とか DM2000 とかは散々触ってきたからだいたいこうリコール画面でこれを押すとリコール選択して、そこでいいと思ったらそのままプッシュしてやればここにリコールしますかっていうのが出るんですね。で、さっき00のイニシャルデータを選んだので OK してやると、このイニシャルデータが読み込まれます。これが工場出荷時に近いのかな、対象のデータっていうことになります。で、チップスなんですけど、いろいろこれはこれでヤマハが設定したイニシャルデータなんですけど、ちょっと癖があるので使いにくかったりするので、僕の場合はマイデフォルトっていうのを作って、これからシーンを作っていくようにしてます。それは今細かいことはいいんだけど、ざっくりどう変えてるの？何が？例えば、モニター送りのオグジュアリーアウトなんかが、ヤマハの場合はなぜかプリフェーダーなんですよね、デフォルトだと。僕はプリで送ってもらうにしてる、いつも。プロの人だといいんですけど、ポストで始めようかっていうバンドのも結構あるので、そこら辺自分の使いやすいように作ったマイデフォルトっていうのを自分は作ってるっていうことですね。これはイニシャルデータから言ってみましょうか。選んだらこの押すと、でもう一回押しちゃえば OK なのかな。でしょうね。違うな。違うんだ。ここは一応 OK を積極的に押してやらなきゃいけないんですね。
でまたでちょっと念のための確認だけど、はいさっきの B の00っていうのは、はいストアはできないんだよね、00は。保護されてるはずです。やったことないけど、どこ一応で、00はイニシャルデータなのでストアはできないはずなんですが、自分で作ったものもロックができるので、消しちゃいけないものはロックしておいてください。要はほらなんでそれを聞いたかっていうと、イニシャルデータだと思ってリコールしたら別の人が触ったやつをイニシャルデータっていう名前でストアしてたっていうパターンがあると。ありますね。はいはい、了解です。はいで次普通にインプットソース選んでっていうのは難しくなかったんだけど、もう覚えてないから、とりあえずこれってほらパッチしなきゃいけないじゃん全部。はい。で、デフォルトだと多分アナログ1がチャンネル1とかになってると思うんだけど、そうです。一応そのインプットのパッチのところをはいちょっと教えてもらってもいいですか。わかりました。結構いいところからいきますね。頭から順番にいかないと分かんないからああ、なるほどね。一番最初の最初だもんね。そう。了解です。ここにギアのマークがありますんで、ここが全ての設定のページの入り口です。でパッチはここにありますね。ここを押してインプットパッチアウトプットパッチがあるので、確認していきましょうか。でこれが正直僕もちょっと待ってね、もう一回触ってみてね。フェーダー画面がなんかホームボタンみたいなのあるんだっけこれって。ホームボタンこことこれね、ここにある。はい。ホームにしといて歯車にして、このタッチいいよね。某 T 社の反応が悪い。狙ったとこに行かないっていう。でこれのバスじゃなくてパッチで、インプットが見えてて、でこれでチャンネル1はインプット1だけど、例えばテレコにしたい Q にしたいなって思ったら Q を選べばよくて、これアナログインって16個あるんだっけ。16個あります。1に戻しといて、例えばダンテにしたかったらこっち選べばいいってことだよね。そうです。でこれダンテにスクロールさせるのはスワイプ。そう縦スクロールができるので、Mac みたいに指2本だと縦スクロールとかそんなことはない。基本的に指全部ばっかりです。でこれダンテは16までしか受けないし、アウトも16までですね。しか出ない。16×16 で例えばメインの PA さんが64で RIO と、例えば DM7 動かしてます、でハブで分けてもらいます、その時ってなんていうの、頭の1から16しか見えないのか、その60の中から16個パッチできるのか。後者の方でできるはずです。でそれは単体でできるのか、なんかパソコンつないでパッチするとか。これ今だとさ、要はなんでかって16しかないから、ここに32とかが出てくるんであれば選べるんだけど、どうなんだろうと。それはねやったことないんで、これちょっとじゃあまた、じゃあ今日はあれでまた別動画ですね。わかりました。で USB あれだよね、パソコンとつないだ時のっていう。そういうことです。了解。一つトラップというか分かりづらいのがあって、今ここチャンネル1からチャンネル8がこうやって並ってるんですけど、ここがそのデスティネーションというか1から8、マジか。だから8を選んでやれば8に来るんですけど、例えば9で9を触りたいとしたらこれを触ってもいいし、逆にこれこうスクロールできるんで、9から先とかそれより先っていうのも、横に、スクロールするっていうのを覚えておいた方がいいです。iPhone17 の 120Hz に慣れてるとガクガクガクなるほどね。こっちじゃない、こっちじゃないや、こっちで切り替えてもいいし、でもこう画面もスクロールされたように見えるわけね。そうですね。そう1個じゃあ質問なんですけど、チャンネル1に例えばインプット9をパッチしました、でチャンネル9もチャンネル9をパッチした状態ができるのかっていう、業界ではダブルパッチって言いますけど、もちろんできます。それはできる、じゃあ今これでもインプットごめんなさい、インプットだから1を、そうか、これでも9になってるけど、これで9を見るとこれも9になってると。そういうことです。だから Q ちゃんに、入力してやると
フェーダー1番とフェーダー9番に両方音がいく。分かった分かった、これが別に全然いいんだけど、昔のヤマハユーザーの感覚で言うと、こう1から16の中身が何かが表示されてる錯覚を何も考えないとしてしまい、フェーダーに名前を付けたのがここに表示されるっていうことかな。要は1チャンネルがインプットなんだろうって、なんていうの、伝わるかな、ここが例えばダンテ1にしてるダンテ1とか、ダンテ2とかって、こうイン4とか5とかって、こうなんていうの、この16ちゃん分がこう出てるっていう感覚も、そこまで親切な表示ではないのかな、この子はね。あくまでもこっちってことだよね。でこっちはただのセレクターってことだよね。了解です。で一応アウトも見ときますかね。アウトも、これアナログアウトがポートが8つあるので、ディスティネーションが8つあって、オムニの1から8っていうのがそのアナログアウトなんですけど、とダンテアウトかな、とか USB アウトもこの辺出てるの。ダンテの1から16がここに並んでて、その次に USB のアウトもここに出てるっていうことですね。16かな。いや18までいける。じゃあ16マルチプラス2ミックスぐらいがやり取りできるってことか。最大ではそうですね。で初期設定でなんか USB の12アウトと2アウト2アウト2アウトみたいな、その変ななるほど切り分けもできる。USB の Mac はここにつなぐの？後ろにあります。後ろにあるのね。でそうすると一応デフォルトで78がステレオじゃんね、これで決まってて、アウトプットので今ちょっと待ってよ、これが9が見えてるのはこれは9が見えてるからで、関係ないよね。だからねアウトプットだからね。アウトだったね。関係なくて、これはここが要は何かってことだよね。行き先ですね。行き先ね。でミックス1234でこれモノミックスが6個あってってことだよね。そういうことですね。でデフォルトの状態ではね。でステレオペアで3ステレオミックスみたいなのもできます。了解です。でなんでオムニ78にステレオがアサインされてたら、メインは出せて、あとはこれでモニター送りってことやね。そうですね。了解です。ちなみに和田さんって例えばサイドのモニターって、いつもステレオペアするか単独で送るか。サイドフィルはモノラルで使う方が多いので、モノラルで送りますね。で何かあった時にステレオに組んじゃってると対応ができなくなっちゃったりするので、そのサイドを、なんていうの、同じ系統で送るか、別系統で送るか、どっちが多い？同じ系統が多い。モノラルで送っちゃう。現場のサイズにもよるんですけどね。わかるよ。大丈夫。レアケースは、排除して大丈夫です。で、その次に、そうすると、今度チャンネルの方行こうか。はい、というところで今回はシーンの管理の仕方とインプットとアウトプットのパッチの部分をお届けしました。次回はね、チャンネルごとの操作方法に入る予定です。それでは今回はこの辺で。ではまた。